じゃあちょっと名乗り遅れたんですけど、工学院大学1年の大井雄生と言います。今日はありがたいお話ありがとうございました。ちょっと個人的な話になっちゃうんですけど、今学校の課題で山の上に宿泊施設を作るっていう課題が出てて、その時に僕としては自然と調和する建築っていうのを作りたかったんです。でもなんとなく百田さんがさっきおっしゃったように、人と人の心とか自然のそのリズムっていうものを建築にも取り入れたら、それは建築は自然と調和してるんじゃないかっていう、そういう考え方もある一方で、頭の中でどっかでは建築ってどこまで行っても人工物だから自然と調和なんて無理なんじゃないかっていう、学校の先生にも聞いたんですけど、やっぱり建築はそういう考えだったらない方がいいよねっていう考え方になっちゃって、僕もそれにちょっと納得しちゃったんですよね。でもそうじゃないとは多分思うんですよ。百田さんだったらその問いにどう答えますか？例えばギリシャのパルテノン神殿ってあるじゃない、はい、あれ丘の上にあった方がいいのかなかった方がいいのかって考えた時に、多分みんなあった方がいいって感じるんじゃないかなと思うんだよね。でなんか建築ってそういうことができると思うんですよ。で森田圭一さんのその建築論の中でパルテノン神殿について解説しているところがあって、で面白かったんだけど、ああいうギリシャの建築ってファサードの横幅を決めたら、高さっていうのはもうプロポーションで決まっちゃうし、柱はそれ何本であるのかって決まってるし、で柱の太さっていうのもその比例から出てきて、で、柱の下部の直径っていうのがその建築の単位になって、あらゆる部分っていうのがその直径の整数倍みたいな形で作られていくっていうのを読んだわけで、その時面白いなと思ったのが、基準となる単位っていうのが建築によって変わってるってことだよね。でそれ面白い。でじゃあそもそもの横幅ってどうやって決めたんだろうっていう疑問に思った。でそれはねその本には明確には書いてなかったんだけど、それでこう想像するじゃない。でさ、アクロポリスの丘にそのパルテノン神殿が立ってるっていうのって教科書とかでも見たことあると思うんだけど、あの姿を見た時にさ、あの横幅っていうのは絶対あの丘にどう立つのかっていうことから決めてると思う。どういう横サイズがいいのかっていうのは丘との関係で決めてると思うんだよ。だから建築1個を作るんだけれども、アクロポリスの丘全体を建築化しようとしたとも言えるかもしれない。だからその横幅のサイズっていうのは丘との関係から決まって、でそこで生まれてくる柱の下部の直径っていうもので建築の中の寸法っていうのを全てこう整数倍で作っていくよね。そうしたらさ、自然と調和がさ響き渡るものになっていくだろうなって想像ができた。だから丘と建築とで建築の中とっていうのはさ、もう切っても切り離せないような関係になってるよね。だからそれと同じようなことがその山の上のその宿泊施設みたいなことでもできるんじゃないかなと思うんだよね。なるほど、ありがとうございます。多分今のその比率みたいなところにも通ずるとは思うんですけど、結構その生き物っていう建物を生き物として捉えてらっしゃるっていう話があって、その実際に建てられてる建物に結構曲線が多く使われていると思っているんですけれども、その曲線っていろいろな曲率が使用されていると思うんですけど、その曲率っていうのは数学的に数字からこういう曲率にした方がいいからしているのか、それともこういう曲線にした方が
綺麗に見えるから気持ちいいからっていうので決められているのか、どうやって決定されているのかなっていうのをお聞きしたいです。それはねこういう形だとこの場所に合うかなっていうところから曲線は先に決めていて、でそれをこうどうやってこうなんていうのかな、建築ってこう再現できないといけないから、フリーハンドでバーって書いてこんな感じっていう風になってもそれがそのまま作れるわけじゃないじゃない。で図面もこう再現できないと図面って描けないから、じゃあ描くときにそれをこうどういうふうに再現して描けるのかっていうので曲線を定義していったりするんですよね。その時にある曲線の描き方っていうのが出てくる。それが数式なのかとか円弧に置き換えるとか、そういうことが出てくるので、初めはこの形が合ってるよねっていうようなそういうところから始まる。私が今就職活動中で、就職する時にやはりどこかに所属するとか、または個人でやっていくみたいなところがあると思うんですけれども、一番最初のファーストキャリアとしてどこかに所属するっていうのを選ぶ時に大切にした方がいいと思うことっていうのをお聞きしたいな。それは就職もそうだし大学も同じだなと思うんだけど、建築のさ普段の課題とかやってて、自分は一生懸命取り組んでるんだけど、なんていうのかな、こう出来上がってこう作品模型とか図面とかできるよね。で実家とかにさ、場所がないから実家とかに送っててさ、半年後とか家帰ってみたらさ結構埃かぶってってさ壊れちゃったりしてて、あれそっか、なんかあれ他の人から見たらなんか粗大ごみ扱いなのかみたいな不安に思う時があるっていうか、普通の高校ぐらいまでの勉強とかだったらさ着実に積み上がっていくような感じがするけど、建築って本当にこれって社会に出て役に立つのかなとか、自分ってこう着実にスキルを身につけてるんだろうかとかって不安に思ったりするかもしれない。でもねそれはね振り返って思うと自分自身を作ってるっていうことなんじゃないかなと思うわけで、だからその時の例えば、選ばれて発表できたとかいい評価をもらえたとかってその時の評価でそれはそれで大切なんだけど、長期的には自分自身を作ってるっていうことだから、自分が興味を持ってるものに向き合った方がいいと思うんだよね。で就職もそれと同じような気がする。で伊藤事務所で僕は働いたんだけど、具体的な建築の、スキルみたいなものも確かに身についているけれども、それ以上に身についたものがあるんだよね。それはやっぱ建築を通してどういう価値観で生きていくのかみたいなものが無我夢中で働いてるとさ、空気を吸うように自分自身の中に入ってきている。でそれは独立して、なんていう振り返ってみるとそっちの方が大きいことなんじゃないかなって思う。だからどういうところで働くのかっていうことは、どういう自分を作っていくのかっていうことだから、もちろんお給料がどれくらいかとか、そこでちゃんとスキルが身につくのかとか、そういう視点もあるんだけど、むしろ自分自身を作ってるって考えると、本当に自分が興味を持てる、と思えるのかとかさ、そういうことを大切にした方が僕は長期的にいいんじゃないかなというふうには思う。ちょっと今一番聞きたいことをちょっとじゃあ今、結構勢いある百田さんってことで建築って依頼主がいて初めて成り立つものじゃないですか。
なんかアーティストと違って建てるのにも何億円とかもかかるし、だからその自分の考えてることっていうか、その社会課題解決するようなメッセージ性とか、そういうのを盛り込むことが結構難しいなって思うんですよ。その上からの指示の波に乗っかって、その中でなんとかいいものをっていうのが今の建築だと思うんですけど、それもまあ最善のその努力として必要だと思うんですけど、さらに僕としてはそのアーティストとしてその社会にすごいメッセージをその積極的に送れるような存在になるべきだと思うんです、建築家。百田さんはそこをどうお考えですか？なんていうのかな、やっぱコルビジェとかを見てるとやっぱすごいなって思うのは、常になんか個人の立場からこう発信してるっていうような気がして、それはマニフェストとかもそうだし、建築の作り方もそうだなって思うんですよね。なんかこう手すりにしてもなんていうかな、すごいユニークな個性を持った手すりにしてたりとか、まあ、そういう部分に個性を与えて複合化してさらにより大きな個性を作っていくっていうのが、どっちかっていうとその部分からその全体に訴求するっていうか、訴えかけるような関係を組み上げていくっていうかさ、そういう感じがして、だからなんていうのかな、さっきのアーティストか求められることに応えるのかみたいなことが、いわゆるアーティストっていう形にならなくても、具体的に建築を作るっていう中で、そういう個人から何か社会に訴えかけるっていうような、そういうことは可能なんじゃないかなっていうふうに。波及していく感じとか、小さな住宅を作るんだけれども、そこにはある社会に対するメッセージが込められているとか、そういうことは建築はできるんじゃないかなっていう。それで社会は大きく変わると思いますか？それは難しいよね。それは難しいんじゃないかなと思うんだけれども、でも、僕は結構そういう例えに、これってちょっと使うかどうかちょっとあれなんですけど、コーヒーとミルクをさ混ぜるとカフェラテになるじゃないですか。でそれってエントロピー増大の法則ってなんていうのかな、均質化に向かう力みたいなのがあるんだよね。で僕その力って結構大きいなと思ってて、でなんか社会を動かしてる力ってそういうことが大きいように見えるんだよね。でそれを変えたいって思うんだけど、一方で植物っていうのは砂地から芽を出してわーっと成長していくから違いを生み出そうとしているような気がして、社会っていうのは大きくは均質になっていくっていう時に、その中でどういう差異みたいな違いを生み出していくのかっていうことの、そういう連鎖で僕はできてるというふうに思うわけね。だから自分の人生があるって言ったらなんか自分の人生をどういうふうに生きるのかって考えた時に、カフェラテになっているところにポツンって飛び込んでもなんか変化が起こらなさそうだなっていうか、だから何か自分が人生をかけて何かをするっていうんだったら、渦を起こすようななんか差異とか違いっていうものを大切にするような側で何ができるのかなっていうことを考えたいっていう。なるほど。でもなんかこの間のコルビジェの時の話がなんか結構つながった気がします。差異と均質化の。ありがとうございます。